今回は、ただ、ローラのフラットを使用するだけではなく、応用することによって表現方法を増やすのが目的です。また、その応用は2段階あるので、絶対に見逃さないようにお願いします。すでに知っている方も多いと思いますが、フラットについて簡単に説明すると、イラストに精密なディテールを追加する能力のあるローラです。フラット自体の検証はまた別の動画で取り上げたいと思います。また、フラットのダウンロード先は説明欄に記載してあるので活用してください。では始めます。今回は変化がわかりやすいように、シードの値は固定で、プロンプトはローラの追加だけで他の部分は固定になります。また、シードの値については面白い部分があるので、これもまた違う動画で取り上げたいと思います。そして今回使うフラットはフラット2になります。さて、こちらが基本のイラストになります。何もまだ追加されていない状態です。では、ここにフラット2をマイナス 0.5 で加えます。ちなみに、フラットの効果はマイナスの数字が大きくなるほど強くなります。そして、その結果がこちらになります。情報量が上がったのがわかると思います。髪の毛や服、顔の質感が明らかに上がっています。しかし、今回は応用なので、もちろん、ここで終わりではありません。フラットを使用すれば確かにディテールは追加されますが、陰影や奥行きといった空間的な部分には変化がないので、個人的には生成されたイラストに違和感があり、とても気になっていました。そこで、いくつか検証を重ね、あるローラを加えることで、大きな変化が起きることに気がつきました。その結果のイラストがこちらになります。いかがでしょうか？深みが増し、情報量もただフラットを使うだけよりも増えています。もちろんシードの値とプロンプトは同じです。背景にも大きな変化が見られます。そして、その使用したローラというのがこちらになります。エピノイズオフセットです。このローラは暗い環境や特定のライティングスタイルに適した画像処理を行うことができるものです。特に背景やディテールにまで変化させるような効果はないのですが、フラットと同時に用いることで相乗効果によりイラストに大きな変化をもたらします。陰影の強化や奥行きの追加、加えてディテールのより大きな変化によりイラストの魅力が一段増した感じになります。かなりおすすめの組み合わせです。こちらも説明欄にダウンロード先を記載してあるので活用してください。そしてここで終わりではありません。さらにもう一段階加えることでより質感を上げることができます。それはコントロールネットを通すことです。今回は簡単なので以前の動画で検証したレファレンスオンリーを通してみます。他のモデルでも構いません。その結果がこちらです。少し顔が動いていますが、服や顔、肌の質感、背景の複雑さが上がっているのがわかると思います。これはコントロールネットを通すことで効果の重ねが怪我されている結果ではないかと個人的には考えています。フラットを強くするだけだと逆にイラストが壊れてくるのですが、この手法を用いれば効果をより上げることができます。あとはレファレンスオンリーの検証の時に取り上げたリアル系モデルイラストから2次元イラストモデルの変換です。質感を保ったまま2次元イラストへ変換されました。いかがでしたでしょうか？ AI イラストはまだまだ未知の部分が大きい分野です。このチャンネルではこれからも研究を重ね、その成果を動画にしていく予定ですので、
ぜひチャンネル登録をお願いします。それと、これまでの研究成果を写真集やグラビアといった見える形でも発表していますので、そちらもご覧いただければと思います。ではまたね。